皆さん、こんにちは。みきこです。このポッドキャストでは、日本の文化や日本語学校ではあまり習わないような言葉や表現などをお話ししています。日本人が日本語で話していますので、リスニングの練習にも使ってくださいね。さて、今日のテーマは、神対応と塩対応についてです。皆さんは神対応って聞いたことがありますか？神対応は感心するほど行き届いた対応のことを言います。手際の良さはもちろんのこと、心配りやサービス内容など最大級の高評価のことです。普段通りの対応以上のサービスを神対応というのはもちろんのことなんですが、クレームなどのマイナス要素への対応が行き届いている時も神対応って言うんですよ。外国から日本へ行くと多くの対応が神対応に思えるのではないでしょうか。私は日本へ帰るたびにすごいって思います。それぐらいあらゆる場面での日本人の対応は素晴らしいと思います。我が国のことではありますが、誇りに思います。私の中で神対応エピソードは結構たくさんあるんですが、その中でも印象に残っているのは、とある居酒屋のチェーン店でのエピソードです。調理に時間がかかるメニューがあって、これを注文するときは早めにお願いします。と店員さんが最初に教えてくれたので、そのメニューを最初に注文したんです。そしたらですね、一向にその食べ物が来なくって、店員に言ったら、すみません、オーダーが通っていませんでしたって言われたんです。私は、じゃあもういいですってその食べ物をキャンセルしたんですが、しばらくしてその食べ物が私のテーブルに運ばれてきて、先ほどは申し訳ございませんでした。こちらはサービスさせていただきますので、よかったらお召し上がりください。と言われたんです。要はそれを無料で提供してくれたんです。びっくりしました。最初は時間がかかるからわざわざ早く注文したのにそれを忘れるなんてってイラッとしてしまったんですが、キャンセルしたものをわざわざ無料で提供してくれて神対応って思いました。そしてそういう神対応をしてくれたところはまた行こうって思いますよね。あ、そうだ。このエピソードを話していたら、もう一つエピソードを思い出しました。それは家族でインド料理屋さんにカレーを食べに行った時のエピソードです。店員さんが外国の方だったので、夫がどこの国の方ですかって聞いたら、その店員さんはネパールですと答えてくれました。うちの夫はインドネシア人なので、同じ外国人同士でどうやら話が弾んでいたようでした。そして子供二人にジュースをサービスしてくれたんです。神って思いました。神対応を神で省略することもあります。それから私たち家族はそのインドカレー屋さんの常連になりました。ネパールの方からの神対応、すごく嬉しかったです。今でも日本に帰ったら時々そのインドカレー屋さんに行きます。そしていつも子供にジュースかアイスをくれます。どんな商売でも新しいお客さんを見つけるのって大変ですよね。だったらお客さんへの対応を良くして
何度も足を運んでもらえるお客さんを作った方がいいと思います。あと、対応がいいと、それは口コミにもつながりますしね。いいお店があったら人に紹介したくなりますから。はい。紙対応のエピソードを紹介してきたんですが、今度は紙を使った他の表現も紹介していきたいと思います。まずは神回から。例えば、いつも見ている YouTuber さんがいたとしましょう。そして今日の YouTube はいつもよりさらに面白いエピソードでした。そんな時に今日の YouTube はマジで神回だった。みたいな使い方をします。神回は特に面白かったエピソードの時に使います。テレビやアニメやドラマなどにも使えますよ。それからスポーツのシーンでは神がかっているという表現を使います。特に上手なプレーをしたり、奇跡的なことをした時に使います。あのシュート、神がかってたね、みたいに。スポーツではありえないようなプレーが成功する時がありますよね。そんな時に使います。神という存在がそもそも自分たちの次元とは違う存在なので、想像を超えるような出来事にこの神という表現を使っているんでしょうね。皆さんの神エピソードよかったら聞かせてくださいね。神対応でもいいし、神がかったプレイでもいいし、好きな番組の神回でもいいです。はい。では、今度は神対応の反対の塩対応についてお話ししたいと思います。神対応が予想以上のサービスや心配りのことを表す表現だったのに対して、塩対応は予想以下の対応という感じですね。そっけない、愛想のない対応のことです。塩対応は相手が不快に感じる嫌な態度や対応することを指すしょっぱい対応が変化してできた言葉と言われています。実は塩対応をするのには理由があるみたいです。相手との距離を保つためだったり、トラブルを避けたいという気持ちがあるようです。例えば、一人で買い物をしているときに話しかけられるのが苦手な場合もありますからね。そんな時は塩対応を好む場合もあります。過剰な対応は神対応と言われる反面、不快を与える場合もあるってことなんでしょうね。このあたりは空気を読んで対応する必要があるんでしょうかね。私は服屋さんでは塩対応を好みます。話しかけないでって心の中で思っているからか、あまり店員さんも近寄ってこないです。空気を読んでくれているのかな？この空気を読むというのは日本独特の文化の一つですよね。これについてはまた別のエピソードでじっくり話したいと思います。そうそう、先ほど神の場合は神対応の他に神回や神がかっているなど神を使った他の表現がありましたが、塩にはありません。塩会や塩がかってるなどは言いません。言葉って面白いですね。はい。ということで今日はここまでです。今日は紙対応と塩対応についてお話ししました。皆さんにも紙対応や塩対応のエピソードがありましたら、ぜひ聞かせてくださいね。ほなまたね。